ちは。モナコのもう一品クッキングです。今日も見てくださってありがとうございます。今日はね、去年梅エキスを作ったんですよ。青梅にお砂糖をつけてね。で、1年ほど、10ヶ月ぐらいかな、経ったのでね、開けてみました。梅エキスできました。このみりんみたいな濃い色を。そしてその残りっていうか残った梅エキスが出てしまった梅です。青梅がこんなになってますね。10ヶ月も経つとこんなになってますよ。それでね、これでね、今度梅ジャムを作りたいと思います。ちょっと茶色っぽくなってますけど、これね、醤油の瓶に入れたんですけどね、ちょっとね、こんな色になってます。そしてね、これ飲むときはね、これお湯割りでも炭酸割りでも水割りでも麹入れて飲んでもね、ナスなんか梅の栄養だからいいと思うんですよ。ちょっと味見したらとっても美味しいんです。ちょっと飲んでみましょうか。すんごくまろやかで、梅ジュースっていうか、そんなに甘ったるくなくって、梅酒のようにそんなアルコールが強いわけじゃないんだけどね、ほんのりアルコールもあるんだろうね、発酵して。とっても美味しいんですよ。これ料理にもできそうです。で、この梅エキスは置いといて、すごく美味しいっていうか、体にいい。これをね、ちょっと皮がね、ちょっと硬いんですよ。そしてもう栄養全部出た感じ。これをね、ちょっと鍋に入れて、そして浸かるぐらいのお水、ちょっとひたひたになるほどお水入れてね、これ種と実を外すんですけどね、ちょっと柔らかい方が外しやすいので、ちょっと煮ますよ。どれくらい ?30 分ほどかな。ちょっと煮ますので、ちょっとお待ちくださいね。梅をね、もう15分くらい煮てました。梅を15分くらい煮ました。そうしたら皮がね、硬かった皮がちょっと柔らかくなってきましたから、もういいかな。種と実をもう分けられるような硬さになったと思うので、今度は火を止めて冷ましますね。冷ましてから種と実をね、分けて取りますよ。これ潰しますね。これ蓋をして、手で握りつぶしますわ。熱いので水に冷やしながら潰していきます。この茹でた茹でたお水、茹でた茹で汁の中に入れて戻して、今度は煮込みますね。もうこんなになっているので、種を鍋に入れて種を取り出して、実はジャムに煮込みますよ。もういいかな。もう痛かったから戻します。
種を取り出しましょう。そろそろなかなか、よいしょ、実がなかなか取れません。はい、種を取り出したらね、だいぶ減りました。半分ぐらいになりましたけど、これを煮込むっていうか、お砂糖をね、もう水分ないね。お砂糖を、何これ、大さじ1杯、きび砂糖大さじ1杯入れました。あと蜂蜜でもいいしね、何でも量も適当に入れてくださいよ。私少なめにしました。あとこれはね、ヨーグルトにのせたりね、食パンにのせたりしていただいたらいいと思います。こんなにいたねはい、これはね、これでいいと思います。これアルコール消毒した瓶です。もっと滑らかがいい方はね、ざるでこしたりねしたらいいと思います。私は大丈夫です、これで。そしたら瓶に移しますね。はい、できました。梅エキスの残りの梅でね、梅ジャムにしました。種がね、すごい量、種で半分ぐらい減ったので、これぐらいの量になりました。もうちょっと滑らかにしたい方はね、ざるでこしたりね、もうちょっと煮込んだらいいと思います。美味しい梅エキス、梅ジュース、梅エキスと、それで梅ジャムもできました。はい、両方ともとても美味しくなってます。今日も見てくださってありがとうございます。モナコのもう一品クッキングでした。できましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、両方ともとても美味しい梅ジャムと梅エキスでした。ありがとうございます。